こんにちは、ハルトです。9ナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。サタ・センスの哲学は、スキバワツ・ヤジによる現代社会におけるセンスについて哲学的に考察した一冊です。本書は、一ラシ種や美意識にとどまらず、あらゆる判断や選択におけるセンスの本質を問い直します。センスとは単なる個人の感覚や趣味で終わるものではなく、生き方や社会的な振る舞いにまで深く通じているものだと結果実は強調します。哲学的なアプローチを用い、デリダやドウルーズなどの現代思想にも演技しながら、センスの締まりや無とと砕く判断力、独自性と模倣性、偶然性の大切さなどを多角的に論じていきます。文章は連理的かつ評議で哲学的な思考への誘いを感じさせながらも、一般の読者にも分かりやすく噛み砕かれています。いわばセンスへの実験的哲学入門として、自己認識や見と付き合い、自己表現、さらには日々の意思決定にまで供する自社が詰まった一冊です。自分らしい選択や生き方を模索するすべての人に、本書は大きなヒントを与えてくれるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、センスの定義とその根源性。チンシバワツ・ヨシはまず、センスとは何かを問い直します。一般的には、ファッションや美術、ライフスタイルの趣味がいい、おしゃれ、感覚が冴えているといった意味合いで用いられますが、本書ではセンスをそれだけに限定されない広い現象であると捉えます。つまり、適格な状況判断や人間関係、人生のあらゆる選択、さらにはどのように生きるかという根源的な問いにもセンスが関わってくると論じます。著者は、この領域、後段的なセンスという概念を現象学やポスト構造主義の知見を原用しながら解説し、私たちが無自覚に担っているセンス的な判断だな、よしあし、合う合わないがいかに重要かを明らかにします。センスは単なる個人的な趣味ではなく、時代背景、コミュニケーション、社会制度との関係性の中で編われ、より良い選択や創造につながる根源的なジェなのです。次に、個性と魔法の関係、オリジナリティと魔法。この2つは対立しがちなテーマですが、本書ではセンスの領域で両者は密接に関わるものとされています。人は誰しも完全な独自性を持つものではなく、魔法を通じて自身のセンスを育てていくプロセスがあります。ファッションや言語、価値観においても、まずモデルが存在し、それを混じることから自分流へと発展していくのです。重要なのは無自覚な魔法ではなく、どう魔法するかの主体的な選択。また、その中でらしさや独特さマナのオリジナリティが極度立っていくこともあります。本書は個性至上主義にけみることなく、魔法と主体性のダイナミズムを肯定的に捉え直し、一人一人が自分らしいセンスを若くむ意義を論じています。さらに、偶然性、自然性とセンス、人生は計画通りに進むとは限らず、多くの偶然や想定外の出来事に左右されます。本書は、そんな偶然を収容することがセンスの成熟に重要だと説きます。完璧な計画や必然性にこだわるのではなく、初期に偶然性に神をせやね、そこで起きる予想外の出会いや発見、ズレや違和感を楽しむ余裕こそ、豊かなセンスを育む土壌であると説明します。偶然を拒絶せず、むしろ自分の感覚や価値観を揺るがしてくれるノイズとして受け止めることにより、新たな自分の可能性や世界の広がりを実感できるのです。生活や人間関係、創造活動にも通じるこの考え方は、予測不能な現代社会を生き抜くヒントとなるでしょう。そして、センスと社会性、論理観、センスの良し悪しというのは、個人的な好みに還元されるものだけではありません。千葉氏は、センスが社会的な規範や論理とも結びつくことを強調します。つまり、センスよく振る舞うとは、単に自分が好きなものを選ぶだけでなく、他者との関係性や時代の空気、状況に応じた柔軟さや配慮を持っているということです。その上で、良いセンスは社会に調和とクリエイティビティをもたらし、集団や組織の中で
適切な距離感や信頼関係を築くやともなります。社会の中で他者と共によりよく生きるためには、センスがしばしば倫理的判断や公共性と不可分であることが本書の大きな特色です。最後に、センスの耐え方と事件。本書のクライマックスはいかにしてセンスを伝え、日常に生かすかという事件的な問いにまで踏み込む点です。センスは生まれつき決まったものではなく、一時的に磨かれていくものだと著者は起きます。例えば、多様な価値観や美意識に触れる経験、自分と異なる趣味やライフスタイルを持つ人との交流、日々の小さな選択をなんとなくではなく少し立ち止まって考えてみる姿勢などが重要になります。また、間違いを恐れずに歩みを進める柔軟性や失敗から学ぶ姿勢もセンスを一層深めてくれるポイントです。自分自身と向き合い、世界を見つめ直すことで、より豊かなセンスが育まれていくとまとめられています。結論として、センスの哲学なくは、哲学や思想に馴染みのない読者から、ビジネスパーソン、クリエイター、教員、日常生活で自己表現や人間関係に悩む方まで、幅広い層におすすめできる一冊です。従来、センスがある、ないと形成されがちな価値観をシンアイ哲学学的洞察とともに再定義し、私たちが日々無意識に下している判断や選択のあり方を根底から見直すきっかけを与えてくれます。本書を読むことで、バズ意識や自己表現の服が広がるだけでなく、偶然性や失敗を受け入れる柔軟性、他者との適切な距離感や配慮も伝えられ、人生や守護地、コミュニケーションに新たなヒントが得られるでしょう。何より、センスは特別な人だけのものではなく、誰もが日々の積み重ねで育てられるという希望的なメッセージが印象的です。他の自己啓発書やハウツー本では学びきれないセンスという目には知恵見えにくい能力の重要性と育て方、その本質的な問いに心象面から向き合った点で、本書は今読むべき必須の数と言えます。自己変革や本質的な成長を求める人にこそ強く手に取っていただきたい一冊です。ご支援いただける場合には、天使月夜ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。